はい、どうも皆さんこんにちは、ゆうすけです。今回は皆さんが日本語の勉強の計画を作るときに必要な考え方、絶対に今から話すこの3つの考え方はもう無視できないので、絶対大事なので、この動画は日本語の勉強を最近始めたとか、言語の勉強あんまりしたことがないとか、最近ずっと勉強してるけど、本当に正しい勉強法かわからないとか、そういう人にね、とってすごいためになる動画かなと思います。科学的な根拠も含めて伝えるので、はい、今回はいろんなことを持ち帰っていってほしいと思います。はい。じゃあまず大事なこと3つって言いましたので、この3つを紹介したいと思います。まず1つ目は、復習が大事すぎること。みんな復習大事は知ってると思うけど、どんぐらい大事なのかっていうこと。で、二つ目は、量ではなく、負荷に注意して勉強すること。三つ目は、イマージョンの考え方にのっとって勉強することです。もうね、初心者の方とかが、この三つにもう注意して勉強の計画を立てれたら、それはもうすごいいい勉強のね、方法ができると思うので。はい。で、この3つってバラバラに見えるんですけど、実は全部つながっているんですね。動画の最後に理解できると思うんですけど、理解できるインプットを入れて、脳にとって適切な負荷で学んで、それを時間を空けて取り出せるようにする。これがかなり本質に近い学習の設計方法だと思います。はい。じゃあまず一つ目。一つ目は復習ですね。復習はマジで大事です。なんでかっていうと、人間は忘れる生き物だからです。で、学習って、ただ入れること、暗記することが大事じゃないんですよ。学習で本当に必要なの、特に言語で必要なのっていうのは、後で取り出せるようにすることなんですよ。取り出せるような復習の勉強方法をしようって感じですね。じゃあ、例えば、日本語を勉強していて、見たらわかる。聞いたらなんとなくわかる。でも、会話では全然出てこない。こんな経験ないですか？私もすごくね、今まで経験してきたんですけど、あれは知識がないっていうよりかは、取り出せる形になってないっていうことが多いんですね。話すときに検索しようとして頭の中で探すじゃないですか。あの言葉って日本語でなんだっけなって探してるときに、もうね、引き出しの奥にね、その単語がしまってるから、全然思い出せないんですよ。で、ここで重要なのが、復習はもう一回見ることじゃないんですね。ある有名な研究があって、カッピーキーとローディガーっていう人の研究では、外国語の単語学習で正解した後に何度も見直すより何度も思い出す練習をした方がテストですごくいい結果が出たっていうのがあります。で、結構その要点はかなり明確で、学習した後にまた勉強するのと、その復習をする、でテストをする。ただ学習をするのじゃなくてテストをする。学んだところのね。そうすると全然違かったらしいです。もうすごくプラスな結果が出たっていうのが研究で出ています。要するにですね、復習をするときにはテストをしましょうってことです。学んだことのテストをしましょう。例えば、学んだ文法の教科書を見るんじゃなくて、どんな文法を勉強したっけな。じゃあ、この文法はどうやって自分で説明しようとか、そういう感じでやってほしいっていうことです。そして、メタ分析があるんですけど、このメタ分析では、まとめて詰め込むよりも、間隔を空けた復習の方が長期記憶になるっていうことが分かっています。長期記憶っていうのは、記憶が保持しやすいような状態のことですね。長く記憶できる。はい。だから、復習っていうのは、気合でね、何回も何回も読むんじゃなくて、時間を空けて、もう一回、その記憶にアクセスするみたいな感じですね。はい。だからそういう風な復習の方法を設計するようにしましょう。
はい。例えば、単語を勉強するときは、単語のわからなかったところだけをまとめて、後でアクセスするとか、そういう感じの勉強法をしてほしいと思います。はい。復習の本質なんですけど、少し忘れそうとか、忘れたかなって時に復習するのがいいです。これが本質だと思っています。はい。はい。じゃあ先ほどの話を踏まえた上で、復習は検索するのが大事っていうのを踏まえた上で、次、2つ目いきます。2つ目は、量ではなくて、負荷に注意して勉強することです。どういうことかっていうと、たくさんね、量をするっていうのはもちろん大事なんですよ。それは当たり前なんですけど、量をこなしたからといって日本語が上手くなるかって言われたら、それはちょっとわかんないですね。大事なのは負荷なんですよ、負荷。ここで言う負荷っていうのは、脳が処理できる範囲のことですね。だから脳が処理できる範囲を超える勉強をしてはあんまり効果がないし、脳が簡単に処理できるのも悪くはないんですけど、その時にはね、負荷をかけて勉強した方がいいっていうこともあるんです。ちょっと具体的に話していくんですけど、もう何回も最近動画で言ってるスウェラーの認知負荷理論があるんですけど、この複雑なね、処理とか問題解決は限られた頭の資源、認知資源っていうんですけど、認知資源を大きく使うので、場合によっては学習のための構造化に回す余力が減るって考えられてます。ちょっとね、言葉が難しかったんですけど、簡単に言うと、例えば、じゃあ、ある文章を聞いたときに、ネイティブの音声を聞いたときに、ネイティブのまず音が聞き取れなかったり、そもそもスラングの単語がわからなかったりするじゃないですか。こうすると、これに頭を使おうって頑張って処理しようとするんですね。でも、人間ができる処理の限界っていうのは決まってるんですよ。だから、この人間が処理できる、自分が処理できる範囲を超えるものを聞いてしまうと、それは効果的ではないんですね。はい。これ後でイマージョンの話もするんですけど、理解できるものを聞くっていうのがすごく大事なものになってます。とか、ギリギリ理解できないものを聞くのがすごく大事です。はい。皆さんに当てはまるかどうかチェックしてほしいんですけど、日本語学習で言うと、負荷が高すぎる状態っていうのは、例えば知らない単語が多すぎる、文法も語彙も発音も全部同時に気にしている、1回の勉強メニューが多すぎるとか、レベルが高いネイティブ素材を見すぎているとか、ノート整理に色分けとかめっちゃ書くことに集中して、そこに集中しちゃって他のことに集中できないとかね、こういうことを言えます。こういうことが言えます。はい。なんだけど、だから適切なレベルの教材を選ぶことっていうのはすごく大事なんですけど、簡単すぎるっていうのも悪くはないんですけど、勉強したいときはちょっと難しいぐらいを選んだ方がいいです。例えば先ほど言った復習するときにもう一回読むみたいな、これって結構頭に負荷がかからないじゃないですか。負荷がかからない、簡単すぎるっていう、読むだけで理解したかなみたいなのは、負荷がかからないので、言い換えればちゃんと記憶につながっていないってことです。だからテストしようっていうことにつながってくるわけですね。思い出す練習をしよう。ちょっと難しいことをあえて頭にさせるっていう感じです。This is a quick ad. Don't have anyone to practice Japanese with? We've got the perfect lessons for you. From beginner textbook lesson to real speaking practice, we create a custom lesson that fits your level. What kind of lesson would you like? Tell us in your trial lesson. Look from the description. はい。で、次は最後ですね。3つ目は、イマージョンの考え方にのっとって勉強すること。イマージョンラーニング。昔話したのでね。よく動画で話すんですけど、ちゃんと解説したのは昔の動画で、今度ちゃんとまたイマージョンラーニングについて話したいとは思っているんですけど、よくイマージョンラーニングって聞いたら、日本語を浴びろ。たくさん日本語を聞け。みたいな感じだと思うんですけど、そんな雑な感じじゃなくて、もっと正確に言うと、理解できる日本語にたくさん触れる中で少しずつ言語を獲得していこう
ていう考え方です。スティーブン・クラッシェンのインプット仮説では、言語習得は I プラス1。だから、ギリギリ理解できる。で、わからない単語が一つぐらいあるっていうのが、いいよっていう、今の自分のレベルより少し先の要素を含むドラマとか YouTube とかを見た方がいいです。はい。で、結構イマージョンラーニングって面白いんですけど、文法ね、確かに勉強したらわかると思います。でも、わかると文法を獲得するって全然違うんですね。獲得するっていうのは実際に使えるようになる。聞いた瞬間に一瞬で処理できるようになる。そのレベルに行くためには、文法を理解した後、教科書で勉強した後でもいいし、別に、人によっては勉強しなくてもいいって言うんですけど、ここは意見が分かれるところなんですけど、理解できるのをたくさん聞きながら、文法ってこうやって使うんだ、こうやって使われるんだっていうのを理解して少しずつ獲得していく。文法とかにも使える話ですね。で、皆さんが学習を設計するときには、そのイマージョンラーニングをいかに取り入れれるかっていうところを大切にしてほしいです。イマージョンラーニングってちょっとね、レベルが高いので、さっき言った通り、その認知負荷理論って考えたら、難しいものをするのは良くないじゃないですか。難しすぎるのをするのは良くない。これは人によって意見は分かれるから自分に合ったものを選んでほしいんだけど、私は文法とかを勉強して、単語とか勉強してある程度聞こえるようになってからイマージョンラーニングをするのをお勧めします。そうした方がストレスがやっぱ少ないかなっていうのが個人的に思いますね。でも結局何が言いたいのかっていうと、机の上で勉強するだけじゃダメなんですね。動画とか言語ってやっぱ使われるので、誰かが話しているので、実際にそのね動画を見てリアルな本物の言語っていうのに触れていってほしいと思います。でもイマージョンの時に、いろんなね動画を見ると思うけど、ネイティブの日本語ってめっちゃ難しいじゃないですか。私もネイティブの英語を理解できるようになるまでに相当苦労しました。で、この苦労した時に何が一番苦労したかなって思ったら、やっぱりスラングだったんですね。スラングとか日本語独特の変化とか、そういうのが難しいと思ったので、皆さんにはそれを効率的に学んでほしいので、実は私とユーマの方で暗記デッキの方を作っています。無料で今配布しているので、ぜひ、Discord の方からダウンロードして使ってほしいなって思います。そして今、新しい暗記デッキの方を作っているので、完成したら発表したいなと思っています。はい。まとめると、今回3つですね。3つ勉強したと思います。でも、これ全部つながってるんですよ。まずは、理解可能なインプット、comprehensible input をした後に、処理可能な負荷を与える、manageable load ですね。その次が、復習をすること。間隔を空けることね。spaced retrieval。その時に検索するね。検索する。脳から取り出すような復習の仕方をする。で、これができるとみんなのその底力が上がるので、また新しいインプットができます。インプットができます。ここでまた難しいのをたくさん聞いて、その comprehensible input のレベルが上がるわけですね。だからわかります。この正の循環っていうのを皆さんができるようになればいいと思います。で、なんか話聞いてる感じちょっと難しそうだなって思う人は、最初は結構本当に基礎を固めていいかなと思います。イマージョンラーニングをする前にちゃんとさっき言った基礎をね固めてほしいなって思います。はい。理想の学習はこういう循環を作ることです。はい。はい、今回の動画はここまでになります。ぜひ皆さんの学習設計の時に、役立てればいいなと思います。ユーマと私の方でオンラインレッスンの方を提供してますので、無料で、トライアルレッスンの方予約してください。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。じゃあね。